こんにちは。今回は透かし編みのサブバッグと、あとエコバッグとしても使える小さめのバッグを作っていきます。で、模様が透かし編みとネット編みを組み合わせたものなんですが、ネット編みの部分が狭いので、サブバッグにしてもエコバッグにしても可愛いと思います。編み方は長編み3本の小さめの扇と、あと鎖4つのネット編みなので、簡単に編めると思いますが、見た目はちょっと変わった風に見えると思うので、よかったら試してみてください。使うのはダイソーさんのリサイクルコットン 100% サックスブルー 50g 約120メートル入っています。面100で使用かぎ針の目安が6号で手洗いができます。今回はこれを7号で編んでいきます。あとはとじ針とマーカーを使います。まず底を作ります。鎖編みを34目。この時の鎖編みはちょっとゆったりと編んでいきます。鎖編みが終わったら細編みをするので、鎖をもう一つ。で、針から一つ戻って二つ目に細編み。で、裏山。この糸が盛り上がっているところ、端から1、2、ここに針を入れて、細編みをします。これが一つ目の細編み。マーカーをつけておきます。で、同じ目に細編みをもう一つ。これで一つの目に細編みが2つ。で、次からは一つの目に一つの細編みを続けます。隣の裏山。で、次もで、このまま細編みを続けて端まで編んでいきます。端まで編んだら最後の目には細編みを3つ。まず1つ目。次は2つ目。で、この時、糸端を針の上を通って後ろに寄せておきます。で、このまま細編み。で、次は3つ目。で、3つ目の時には糸端をまた針の上を通って、今度は手前に寄せておきます。で、3つ目。で、これで1つの目に細編みが3つ。ここからスタート地点までは1つの目に1つの細編みを続けます。この今3つ入れたところの隣、2本の糸の下を通って、で、糸端をまた針の上に乗せて、で、編みくるんでいきます。で、次の目にも細編み。糸端を編みくるみながら、スタート地点まで編んでいきます。ぐるっと編んでスタート地点まで戻ってきたら、最後の細編みは最初の細編みの入っているところ、マーカーのついている細編みの根元、ここに針を入れて細編みを一つ。これでこの目に細編みが3つで、最初のマーカーのついている細編みの頭に引き抜きます。これで細長い楕円の底ができました。次は側面のネット編み、鎖を一つ、根元に細編み。
これにマーカーをつけて、で、鎖を4つ。で、足元は1つ飛ばして2つ目に細編み。で、次は鎖4つ。足元2つ飛ばして3つ目。1、2、3。で、細編み。次もまた鎖4つ。足元は3つ目。この鎖がネット編みの部分になります。で、また鎖4つ。足元は3つ目。鎖編みで1周したら、また鎖を4つで最初の細編みに引き抜きます。鎖1、2、3、4で最初の細編み。引き抜きます。これで側面の1周目が終わりました。次は2周目。2周目もこのネット編みをしていくんですが、その間に長編みの扇形を編んでいきます。まず鎖3つでマーカーをつけて、下から3つ目、同じところに長編みを1本、鎖と長編みが同じところで、次のこの鎖のアーチ、ここに針を入れて細編み、長編みの後にすぐ細編みで、鎖を4つ、1、2、3、4でアーチ、細編みで、また鎖4つでアーチ、細編みで、次はここに扇形、細編みの上に長編みを3本で、次の下のアーチに細編み、長編みの後そのまま細編み、これで最初長編みの扇形の半分と、あとアーチが2つで、また扇形で、次またアーチを2つ、鎖4つで、下のアーチに細編みで、またアーチで、アーチ2つになったら、次は扇形、細編みのまま長編みを3本3本編んだら、次のアーチに細編み、このアーチ2つと扇形1つと、またアーチ2つと扇形と繰り返して1周します。扇形の後にはアーチ、
2周目を編んで、扇形の後にアーチを2つ。で、最後は、最初に扇形の半分を編んでいたので、この扇を完成させます。細編みのまま、長編みを1本。最初の鎖と長編みが入っているところ。で、この鎖の下から3つ目、マーカーのついているところに引き抜いて、これで扇形が完成しました。次は3周目、鎖を1つ、根元に細編み。で、この細編みにマーカーをつけておいて、で、この3周目は、扇形の斜め上に扇形を作ります。こっちも、こことここ、こことここ。と、今、細編みをした次の細編み。ここに扇形を作ります。長編みを3本。で、長編み3本編んだら、アーチに細編み。で、次、アーチを1つ。鎖4つ。で、次に細編み。で、次、この扇形の斜め上。こっちにも斜め上。この細編みに長編みを3本。で、長編み3本編んだら、下の扇の真ん中、3本のうち2本目に細編み。で、次また扇形の斜め上。この細編みに長編みを3本。で、アーチに細編み。で、次またこっちの扇の斜め上。ここにアーチを1つ。で、また扇形。で、扇の上。で、また斜め上に扇。で、アーチ。で、次またアーチ。で、扇形。
これで一周します。スタート地点まで戻ってきたら、扇を編んで、この最初の細編みに引き抜きます。これで、この最初も扇と扇で終わりました。次は、4周目。4周目は、この扇の真ん中からスタートしたいので、引き抜き編みで移動していきたいと思います。今糸の出ている隣の目に針を入れて、で、引き抜いて、で、次の目。長編み3本の真ん中まで移動して、で、この扇形の真上からスタートします。で、鎖を一つ根元に細編み。で、マーカーをつけて、で次は、この扇形の斜め上。この扇形の斜め上で、この細編みに針を入れて、長編みを3本。で、長編み3本できたら、次のアーチ型の上に細編みを1つ。斜めライン。こっちも斜めライン。ここに針を入れて、長編み3本で扇形。これで扇形で、下の扇の真ん中に細編み。V の形に扇を作っていきます。真ん中は鎖4つのアーチ。次の扇の真ん中。で、細編み。で、扇の斜め上に扇。で、アーチに細編み。こういう形に、このラインで編んでいきます。こっちもこういう形でクロスしていきます。次はこの扇形の斜め上。扇形の間にはアーチを作ります。鎖4つ。扇の上。で、また斜め上に扇。で、アーチ。こんな感じで一周します。最後は扇形の後に鎖4つのアーチを編んで、最初の細編みに引き抜きます。で、次はまたこの扇形の一番上から始めたいので、引き抜き編みで移動します。隣の目に、で、次もう一個。
で、扇形の真ん中まで来たら、鎖を一つ。で、根元に細編み。これが一つ目なので、マーカーをつけて、で、次は、この扇形の斜め上、こっちの斜め上で、ここに一つだけ扇形を作ります。それ以外は、ネット編み。扇の真ん中に細編み。これでこういう斜めのラインができました。で、こことここの間にはアーチを作って、で、またアーチ。で、アーチ2つ作ったら扇形。で、またアーチ2つで扇形1つと一周していきます。で、また扇形。最後はアーチ2つで終わります。最初の細編みに引き抜いて、これでアーチが2つ。で、今編んだところは、ここと同じになります。今編んだのがここで、扇形1つのところで、ここも2周目、ここも同じように扇形1つ。これと同じように編んでいきます。で、またこの扇形の真ん中から始めたいので、引き抜き編みで移動して、で、この扇の斜め上に扇形を一つずつ。まず、こっち。この細編みに針を入れて、長編みを3本。で、アーチに細編みをして、これでこの扇形の上に扇形。で、またアーチ。で、細編み。で、この扇の斜め上に扇。で、真ん中。これ以降は同じことを繰り返して、で、しばらく編んでいきます。しばらく編んで、だいたい16センチぐらいになりました。で、模様で言うと、この大きな石形が3つと、あと扇形が2つ。で、この長さは好みなんですが、
物を入れた時にちょっと伸びるので、ちょっと一旦入れてみて、で、好みの長さに調節してください。で、あともう一周、この模様編みをしていきます。そのあと一周ですが、扇形は同じなんですが、鎖編みの数だけちょっと変わってくるので、そこだけ見ていってください。で、今引き抜いて、あと今までと同じように2つ移動して、で、鎖1つの細編みで、扇形細編みをして、次も扇形で、細編み。ここまでは今までと同じです。で、次違うのは、この扇形と扇形の間に、今までは鎖を4つしていたんですが、最後のところでは鎖を3つ。で、次の山。ここだけちょっと狭くなります。で、また今までと同じように扇形。また次のここと同じところまでは同じように編んでいきます。で、またこの扇形と扇形の間には鎖4つではなくて3つ。で、次の山。で、またここに扇形。最後の周だけ鎖が3つになります。で、これで1周します。1周したら次は細編み。鎖を1つ。根元に細編み。で、次も細編みで、このまま細編みを続けます。で、この鎖のところだけ鎖3つなので、この鎖の下に針を入れて細編みを3つ。で、次また1つの目に1つの細編みを続けます。で、これで1周していきます。ここだけこの鎖の下に針を入れて細編みを3つ。で、あとは1つずつ、これで1周します。細編みで1周してきたら、最初の細編みに引き抜きます。引き抜いたら、次はハンドルを作っていきます。で、マーカーをつける位置は、底を見て、両脇を決めて、で、端から14目目にマーカー。こっちも14目目。で、真ん中は20目ぐらい。で、これは間がちょっと広めの感じなので、これを15目目とかにしてもらって、好みに調節してください。で、まず、鎖一つで立ち上がって、根元に細編み。
で、次も細編みをして、で、このハンドルをつける位置のマーカーの手前まで細編みを続けます。マーカーの手前まで細編みをしてきたら、次は鎖編みをしてハンドルを作ります。ここから鎖で、この時にこのマーカーが必要なくなるので、この一つ目の鎖の後ろの裏山、ここにマーカーをつけておきます。一つ目の鎖の後ろで、これで鎖編みを続けていきます。鎖編み28目でやってみます。よじれていないか確かめてから、で、マーカーの隣に細編みをしてくっつけます。隣に針を入れて、で、糸を引き出して細編み。これでくっつきました。で、このマーカーが必要なくなるので、最後の鎖、ここが細編みで、その一つ前、ここにマーカーをつけておきます。次に編むときにここがギュッと縮んで見えにくくなるので、最後の鎖にマーカーをつけました。で、ここからは次のマーカーの手前まで普通の細編みを続けていきます。で、ここまで細編みをします。で、ここまで来たらさっきと同じようにマーカーの手前から鎖28目で、またマーカーの次の目に細編みでくっつけて、で、最初の細編みに引き抜きます。反対側の鎖を編んで、で、マーカーの隣に細編みをしようと思ったんですが、で、マーカーの隣はここではなくて、この最初の細編みで、ここにいきなり引き抜いて、で、くっつけようと思います。これでくっついて、で、次はもう一周編んで鎖に細編みをしていきます。で、また細編みから始めるので、鎖を一つ、根元に細編みで、このマーカーを最後の細編みに鎖につけておきます。で、このまま細編みを続けて鎖の根元まで細編みを続けます。鎖の出ている細編みの一つ手前まで細編みをしてきました。で、次はここで減らし目をします。で、減らし目をする方法は、今糸が出ているところと、あと鎖の出ている細編みの真ん中から糸を引き出して、あともう一本は一つ目の鎖の裏山から糸を引き出して、それを一度に引き抜きます。まずこの今の針にかかっている糸が1本目。2本目は鎖の出ている細編みのこの真ん中に針を入れて糸を引き出します。細編みの真ん中で、こっち側が
2本の糸が出るように2本の糸、ここから糸を引き出して、これが2本目で、次は最初の鎖の裏山、マーカーのついているところに針を入れて糸を引き出して、これを一度に引き抜いて、これで減らし目ができました。で、次からは一つの減らし目に一つずつ細編みをしていきます。反対側の鎖の根元まで続けます。こう編んで、ここまで細編みをしていきます。反対側の付け根まで編んだら、最後の鎖にも細編み。最後の鎖はマーカーのついている裏山。細編み。ここでも減らし目をします。今、針にかかっている糸と、あと、この根元の細編み。糸を引き出して、で、次の細編みの頭。この3本を一度に引き抜きます。これで減らし目ができました。次からは一つの細編みに一つの細編みを続けていきます。で、反対側も同じように編んでいきます。こっちが終わって、反対側の付け根では最後の鎖を編んだ後にいきなり最初の細編みが来るので、ここで糸を切って針でしっかりと糸始末をしたいと思います。で、20センチぐらい残して糸を切って、で、この最後の細編みから糸を抜いて、で、マーカーのついている隣の目、これは飛ばして2つ目。ここに針を入れて、手前から向こうに入れて、でマーカーを外して、でこの最後の細編みの上から針を入れます。で、これが今渡した糸が一つの目のようになっています。ちょっといつもよりもきつめに絞って、で、ここで糸始末をするんですが、いきなり引き抜いているので、ちょっと一回針で根元を強くして、方向を変えたりしてしっかりと留めます。見た目が穴が開いたりして大丈夫だったら、このままもうちょっと固定しながら糸を隠していきます。で、緩みを調整して、これでハンドルの2周目が終わりました。で、最後にもう少し強くしたいので、この内側を細編みで1周しようと思います。細めなハンドルが好きな場合には、このままでいいかなと思います。これもバランスがいいように思います。とりあえず一回やってみたいと思います。で、この内側の
真ん中よりちょっとずれたぐらいからやってみようと思います。新しい糸を持ってきて、後ろに添えて、糸を引き出して、鎖を一つ。根元に細編み。で、次も細編み。この時、糸端を針の上に乗せて編みくるんでいきます。このまま、この付け根まで編んでいきます。内側の端まで編んできたら、ここでも減らし目をします。ここで細編みをして、次は、この2段目の端ぐらい。ここの目立ちにくいところに一つと、あとこの最後の細編みの段の、この同じ段のところの目立たないところ。ここに入れてみます。で、もう一本、ここら辺から、で、3本を一度に引き抜きます。ここら辺に入れるとちょっと目立ちやすいと思うので、ちょっとずらして編んでいくといいかなと思います。次からは一つの目に一つの細編みをします。2本の糸の下をすくうことになります。で、このまま反対側まで一つの目に一つの細編みをしていきます。反対側の付け根まで来たら、最後の鎖に細編みをして、次この3段目の細編みのところら辺に細編みをしたいと思います。目立たないところに針を入れて、で、細編みを一つ。で、ここからこの2段目の細編みと、あと下の細編みに針を入れて、で、減らし目をします。ここら辺に一つ。で、この時も、この内側が2本の糸になるようにします。1本にすると伸びて目立つので、2本。で、次は、ここだとまた穴が目立ちそうなので、ここにしようか。で、次は、ここ。で、3本を一度に引き抜いて、で、これで内側の減らし目ができました。で、ここからは、スタート地点まで普通の細編みで戻ります。ここで糸を切って、さっきと同じように針で糸始末をします。細編みから糸を抜いて、で、端から2つ目。手前から向こうに針を入れて、で、最後の細編みの上から。で、この渡した糸の大きさを揃えて、目立たないようにします。で、裏で始末します。こんな感じに出来上がりました。で、こういう形で持っても可愛いと思うんですが、脇を内側に入れて、で、こんな感じに使っても丸っこくて可愛いかなと思います。
想像以上に可愛くできて安心しています。この底とかネット編みの部分とかがちょうどいいバランスにならなくて、何回も試し編みしたので安心しています。で、出来上がりのサイズは幅が25センチの高さが17センチで、ハンドルが15センチぐらいで、底が1センチぐらい。この糸の色もすごく合っていて、ちょっと寒色のブルーが涼しげでうまく合ったなと思っています。最後まで見てくださってありがとうございました。